皆さん、こんにちは。テク&テイルズです。今回は、Python の8回目は、マトプロッティブによるグラフ作成について学んでいきます。これらの知識を総動員して、データ分析に挑戦しましょう。まず、前回の第11回の内容を復習します。前回は、データクレンジングについて学びました。汚れた生データを分析可能な、きれいなデータにする作業でしたね。具体的には、まずisNull.sumを使って欠損値の数を確認し、次にフィルナを使って、欠損値を平均値などで保管しました。そして、各括弧と条件式で if 条件を使って必要なデータだけを抽出し、最後に to_csv でクリーンなデータをファイルとして保存しました。本日の講義では、前回作成したこの、patient_data_clean.csv というきれいなデータを使ってグラフ作成を行っていきます。それでは、今回の準備をしましょう。使用するデータは、patient_data_clean.csv です。このデータのリンクは、YouTube 概要欄にあります。このファイルの共有リンクをコピーして、Google Chrome のアドレス欄に貼り付けます。そして、画面にデータが表示されたら、ダウンロードボタンをクリックしてデータを取得しましょう。このデータを Google コラボで使用します。コラボの左側のファイルマークをクリックして、右クリックでこのデータをアップロードしてください。以上で準備が完了です。今回の学習目標です。まず、なぜデータをグラフにするのか、データ可視化の重要性を理解します。次に、Python で最も標準的なグラフライブラリであるマトプロッティブの使い方を学びます。具体的なグラフとして、まず、折れ線グラフを作成し、時間経過や連続的な変化の見方を学びます。次に、棒グラフで、グループ間の量を比較する方法を学びます。そして、散布図を使い、2つの変数の間にある関係性、相関を見る方法を学びます。最後に、グラフにタイトルやラベルを追加する、装飾を行い、他者に伝わるグラフにするための要素を学びます。今回使用するマトプロッティブとは、どのようなライブラリーでしょうか。これは、MATLAB という有名な数値計算ソフトウェアのプロット、つまりグラフ描画機能を目指して作られた、ライブラリーというのが名前の由来です。現在、Python で最も広く使われている、事実上の標準、デファクトスタンダードなグラフ描画ライブラリーと言えます。そして、私たちが前回まで学んできた Pandas とも非常に連携しやすいため、データ分析のワークフローに組み込むのに最適です。マトプロッティブを使う際には、いくつかのお決まりのコード、通称、おまじないがあります。まず、import matplotlib.pyplat as plt と記述します。マトプロッティブライブラリーの中の pyplat というモジュールを、plt という短い別名でインポートするという意味です。この plt という名前を使うのが、世界共通の慣習となっています。次に、%matplotlib inline と記述します。これは、Google コラボや Jupyter ノートブックといった環境で、作成したグラフをコードセルのすぐ下に出力させるインライン表示するためのおまじないです。グラフを描画する際の基本的なステップは、この4段階です。ステップ1は任意ですが、plt.figure を呼び出し、グラフを描くためのキャンバスを用意します。ステップ2で、plt.plox、y や plt.barks、y のように、描きたいグラフの種類を選んで、データを渡します。ステップ3も任意ですが、plt.title などを使って、グラフにタイトルやラベルなどの装飾を加えます。そして最後のステップ4で、plt.show を呼び出し、完成したグラフを表示させます。こちらが本日使うデータです。前回クレンジングした patient_data_clean.csv を pd read_csv で def という名前のデータフレームに読み込みます。df.head で先頭の5行を表示させていますが、patient ID、age、sex、grip strength、gate speed、film score といった列があり、欠損値も処理されているきれいな状態であることがわかります。それでは、ステップ2として、一つ目の基本グラフ、折れ線グラフを見ていきましょう。折れ線グラフは plt.plot という関数で作成します。
これは主に時系列データ、つまり時間の経過に伴う変化や連続的な変化を表現するのに最適なグラフです。リハビリの例で言えば、ある患者さんの介入前後での歩行速度の変化や、1日の中での関節可動域の推移、あるいは月ごとの転倒発生件数といったデータを表すのに適しています。ここでは例として、ある患者さんのリハビリ経過のデータを作成してみます。セッションズというリストに、リハビリの回数として1回目から6回目までを入れます。ロムアンダーラインアングルというリストに、各回に対応する肩の可動域として、90度から始まり、95度、100度、最後は120度まで改善していくデータを作成しました。先ほどのデータを使って折れ線グラフを描いたのがこちらです。1行目の plt.positions、ロムアンダーラインアングル、マーカー=1重引用符を1重引用符がグラフ描画の核となる部分です。X 軸にセッションズ、Y 軸にロムアンダーラインアングルを指定しています。またマーカー=1重引用符を1重引用符と指定することで、各データ点に丸いマーカーを打つことができます。2行目から4行目は、グラフの装飾です。plt.title でグラフ全体のタイトル、plt.label で X 軸のラベル、plt.ilabel で Y 軸のラベルをそれぞれ設定しています。plt.gridTrue で背景にグリッド線補助線を表示させ、最後に plt.show でグラフを表示しています。このように、リハビリ回数を重ねるごとに可動域が改善している様子が、一目でわかります。ステップ3は、2つ目の基本グラフ、棒グラフです。棒グラフは plt.bar という関数で作成します。これは主に、カテゴリーごと、つまりグループ間の量を比較するのに最適なグラフです。リハビリの例では、介入群と対象群のフィムの平均点を比べたり、A 病棟、B 病棟、C 病棟の平均在院日数を比べたり、あるいは、性別男性、女性での平均握力を比較する、といった用途に適しています。ここでは例として、ペーシャントアンダーラインデータアンダーラインクリーン .csv を使い、男女の平均握力を比較してみましょう。まず、パンダスのグループ B メソッドを使います。df.groupb 一重引用符 sex 一重引用符で、セックス列つまり男女でグループ化し、一重引用符グリップストレングス一重引用符 .mean で、それぞれのグリップストレングスの平均値を計算します。この結果ミーンアンダーライングリップから、ドットインデックスを使って X 軸のラベル一重引用符フィメール一重引用符、一重引用符メール一重引用符をラベル図に取り出し、ドットバリューを使って Y 軸の値平均握力の値をバリューに取り出します。グラフを描画するコードがこちらです。1行目で plt.bar ラベル図、バリューと X 軸にラベル図、Y 軸にバリューを指定します。さらに、カラー=一重引用符ピンク一重引用符、一重引用符ブルー一重引用符と指定することで、それぞれの棒の色を個別に設定することもできます。あとは折れ線グラフと同様に、plt.title でタイトル、plt.label で X 軸ラベル、plt.ilabel で Y 軸ラベルを設定し plt.show で表示します。実行結果がこちらのグラフです。X 軸が性別フィメール、メール、Y 軸が握力キログラムとなっています。グラフから、フィメール女性の平均握力よりも、メール男性の平均握力の方が高いことが、視覚的に一目瞭然となりました。ステップ4、3つ目の基本グラフは、散布図です。散布図は plt.scatter という関数で作成します。これは、アンスコムのカルテットでも見たように、2つの量的変数の関係性、つまり相関を見るのに最適なグラフです。リハビリの例では、年齢と歩行速度の関係、握力とフィムの関係、リハビリ時間と改善度の関係など、2つの数値データがどう関連しているかを調べるのに使います。ここでは例として、握力と歩行速度の関係を見てみましょう。まず、データフレーム DF から、グリップストレングス列を X に、ゲートスピード列を Y に取り出します。plt.scatterx、Y で散布図を描画します。ここで α=0.5 というオプションを指定すると、データ点を半透明にすることができます。これにより、点が密集している場所の重なりが見やすくなります。あとは同様に、
plt.title でタイトル、plt. 比べると plt. イラベルで軸ラベルを設定し、plt. 書で表示します。実行結果がこちらのグラフです。X 軸に握力、Y 軸に歩行速度をとっています。このグラフ全体を眺めると、なんとなく、右肩上がりの傾向、つまり、握力が強い人ほど、歩行速度も速いという関係性があるように見受けられます。このように、数値の羅列では見えにくかった2つの変数の関係性を視覚的に捉えることができます。ステップ5はグラフの装飾と応用です。ここでは複数のグラフを一つのキャンバスに重ねて描画する方法を紹介します。例えば、リハビリの介入群グループアンダーライン A の可動域データと対象群グループアンダーライン B の可動域データを比較したいとします。plt.plot を2回呼び出します。1回目は A 群のデータで、ラベル=一重引用符インターベンショングループ一重引用符と指定します。2回目は B 群のデータで、ラベル=一重引用符コントロールグループ一重引用符と指定します。plt. 書を呼び出すまでは、グラフは同じキャンバスに描画され続けます。そして最後に plt. レジェンドを呼び出すと、先ほどラベルで指定した名前が、判例としてグラフに表示されます。実行結果がこちらです。一つのグラフに、インターベンショングループ介入群の青い折れ線と、コントロールグループ対象群のオレンジ色の折れ線が同時に描画されています。どちらの群れも回数を重ねるごとに改善していますが、介入群の方が改善の度合いが大きいことが、視覚的に明確に比較できます。作成したグラフは、画像ファイルとして保存することができます。plt.sevfig という関数を使います。引数に my_plot.png のようにファイル名を指定します。ここで重要な注意点は、plt.sevfig は必ず plt. 書よりも前に記述することです。plt. 書を呼ぶとキャンバスがクリアされてしまうため、その後に保存しようとしても何も描画されていないからのファイルが保存されてしまいます。また、DPI=300 のように解像度を指定すると、学会発表や論文にも使える高解像度な画像として保存することができます。それでは第12回のまとめです。まず、可視化は、アンスコムのカルテットの例で見たように、数値だけでは見えないデータの傾向を発見するために不可欠であることを学びました。代表的なグラフとして、plt.plot を使った折れ線グラフは、患者の経過などの時間変化を見るのに適しています。plt.bar を使った棒グラフは、介入群と対象群の比較など、グループ比較に適しています。plt.scatter を使った散布図は、年齢と握力など、2つの変数の関係性を見るのに適しています。そして、タイトル、比べる、イラベル、レジェンドなどの装飾機能を使うことで、他者に伝わるグラフを作成できることを学びました。